こんにちは。かねこでございます。ということで、本日の食材がこちら。よいしょー。鮭っていうことでね、それではこちらをさばいていく。はい、改めまして、本日の食材がこちら。ウトロの特銀。っていうことでね、すごい鮭が入りました。毎年ね、この時期はいい鮭が僕の元にいっぱい入るんですよ。ケージが入ったり、マスノスケが入ったり、いろんな鮭入りましたけど、今日はまた特別なやつ入りました。こちらがですね、ウトロの特銀という名の、もう秋鮭の中でも最高級のやつ。なんか、ウトロの漁協のお偉いさんしか扱えなくて、もうほとんど市場には出回らない特別な秋鮭らしいです。ウトロの直売所のみでの販売で、もう門外不出のブランド鮭らしいですね。いや、これね、すごいんすよ。僕もいっぱい秋鮭触りますけど、レベルが違う。これ見る人見たらわかりますよね。この体高といい、この光沢、そしてこのツヤ。ものすごいいいですね。なので僕ね、ずーっと前から作りたかったものがあるんですよ。それがですね、ヒズナマスとメフンの醤油漬け。これ作りたいんですよ。まず、ヒズナマスって何かと言いますと、こう鮭のこの頭のところ、ここをね、ヒズって言います。で、このヒズの部分を細かくスライスして、で、そのヒズを甘酢と大根おろしとかで和えて、さっぱりといただく。そういう料理があるんですよ。それがヒズナマス。で、もう一個。メフンっていうのがですね、鮭の、血綿ですね。それを塩漬けして、で、さらに醤油漬けして味付けしたもの。それをね、一回作りたかったんですよ。いい秋鮭が入ったら作ろうと思ってたんですけど、今日は入りました。やっと作れる。よし。なんで今日は動画上では身は使いません。身はまた切り身にして食べたいと思いますけど、これ多分身も相当いいですよ。いい魚っていうのはこの尻尾が太いんですよね。もう尻尾コロンコロンに太ってますからね。この尻尾だけでもね、塩焼きにしたら、一人前の塩焼きが取れそうなぐらい、そのぐらいいい鮭。というわけでまずはさばいていきたいと思います。じゃあまず頭を落としていきますね。今日はこの頭が主役ですから。さあどうだ？うわ、めちゃくちゃ身綺麗だわ。すげえ。すげえこれ。ほら。サーモンみたいな色してる。もう養殖されたんですかっていうぐらいの色ですね。じゃあ次はお腹割っていきましょうか。多分これは男の子かな。うん、そうですね。男の子だ。なんで白子が入ってました。いつもね、メスばっかり扱ってますんで、こうやって白子が出てくるって、なかなか新鮮ですよね。うわー、内臓もすごく物がいいわ。はい、こちら。この白いのが白子ですね。この白子も食べようなんかして。今日はね、この内臓を食べていきたいと思いますよ。これが胃袋ですかね。で、これが肝臓ですね。綺麗ですね、肝臓も。そしたら、メフンは、ここですね。ここ。これを食べます、今日は。そしたら、メフンを取っていきますね。どうやって取るんだろう、これ。ね、多分ちょっとこう、傷をつけて、よし、OK。そしたら、剥がしていくと。はい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 。あ、簡単に取れますね。これ一匹でかなりの量ありますよ。ほら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 。はい、取れました。これが、鮭のメフン。そしたらこちらを3枚におろしていきますね。よいしょ。うわー。これはうまそうだわ。で、秋鮭の身は、オスの方が美味しいと言われてます。色も濃くてね。なんでこれも最高だと思いますよ。やっぱり僕は毎年秋鮭といったら、メスの秋鮭を使って、イクラばっか作ってますけど、この、やっぱ身を食べるんだったら、オスがうまいっていう人、とても多いですね。さあどうだ？せーの。よいしょ。うわ、ほら。もうめちゃくちゃ綺麗。いや、これだったらね、正直一回凍結させて、お刺身でも絶対美味しいですよ。こんなん見たことねえもん。秋鮭でしょ。多分ウトロの特銀さばいてる動画って YouTube 上にあるのかな。結構スペシャルだと思いますよ。そしたらこっち側もおろしていきます。ここで1本決めちゃう。1本決めて、この背中ですね。で、1本ガイド入れたら反転させて、少し包丁を浮かして、背骨に密着させて、骨を外していくと。ああ、綺麗におろせた。気持ちいいな。はい、こんな感じですね。そしたら頭ですよね。僕もね、ヒズナマスを作るの初めてなんですよ。食べたことも作ったこともないんで、どうやってやるかわかんないんですけど、多分、ここからいっていいと思うんですよね。
こんなもん。で、多分これがヒズだと思います。で、ここら辺は実がついてるんで、少し削るんだと思います。んで、この牙がついてるところ、ここは多分取りますよね。で、多分ここら辺も硬いんで、取ってもいいと思うんですよね。あんま取っちゃうと食べるとこなくなっちゃうんで、こんなもんですかね。はい、こんな感じでおろし終わりました。そしたら目粉を塩漬けしていきます。そしたらお塩をひいて、でそこに目粉。で、必ずこの1本の状態で塩漬けするみたいですね。切ってしまうと生臭くなるらしい。しっかり塩で締めていくと。よし、これで冷蔵庫で一晩つけます。次問題、ヒズですよね。これどうすんだろう。ちょっと調べます。結構ね、僕撮影するときあんまり調べないんですよね。割と直感でやってしまうことが多いんですけど、今回はちょっと調べんとわからんな。わかりました。これ1匹の鮭から食べれるとこすごい少ないかも。まず半分に切ります、これを。で、この硬い骨を全部取るらしい。これ硬いじゃないですか。でもこれでも多分食べるんですよね、ここ。どこまで取っていいんだろう。まあいいや、物は試しで作ってみますわ。あんまりね、削りすぎても食べられるとこ削っちゃいますんで。でも動画見ると、なんかこういうとこ削ってたんですよね。で、この表面のここを食べてましたね。これ取っちゃったけど、多分取っていいと思うけどな。この状態にします。合ってるかな。こっちはあんまり取らないでおきますわ。この状態で。で、これ刻んで、酢につけて、お好きなものと合わせて食べる感じですね。とりあえずこれは冷蔵庫入れておきます。白子ですね。このね、鮭の白子うまいんですよ。実は。これもジップロック入れて、冷蔵庫と。んで、鮭のフィーレ。切り身しますか。腹骨をすいちゃって。うわ、これね、塩焼き最高のタイプだ。今日から1ヶ月ぐらい鮭の塩焼きだな、朝飯は。で、切るときに、僕はね、腹もここ取っちゃいます。ここあえて大きめに落として、腹もは腹もで楽しみます。この秋鮭の腹もがうまいですよね。サーモンみたいにあんな油ギトギトじゃないので、すごく食べやすいです。しかも今回の鮭めちゃくちゃいい油のりなんで、もう最高だと思いますよ。僕のドタイプ。で、この綺麗な状態にしたら、ここから切り身状に切っていくと。で、まず尻尾のところは大きめに。で、次からはちょっと立てて。身が分厚くなってきたら包丁を立てて均等にしていくと。もういいにしてるわ。本当にこれ刺身だな。秋鮭はね、アニサキスがいる確率非常に高いお魚なので、生でお刺身はやめてくださいね。食べる場合はちゃんと一回凍結させてルイベとして召し上がってください。アニサキスに当たると大変らしい。12切れ取れましたね。どうしようかな。こっちこのまま冷凍しとこうかな。切っちゃうと刺身でしか使えないんでね。なんか俺は冷凍しておきます。そしたら1日待ちますか。明日作っていきたいと思います。1日後に移動。はい、というわけで1日経過しました。さあ、目粉が、うわー、固まってますね。ちょっと洗い流していきます。洗い流せましたと。そしたらこちらを氷水に入れて、1日塩抜きと血抜きしていきます。あ、でも塩漬けする前に血抜きした方が良かったんかな。まあどうなんだろう。まあいいや。失敗も経験ですから、今日は思い思いの感じで作らせてください。そしたらこれは冷蔵庫で1日置いときます。そしたらヒズですね。氷の頭って書いてヒズって読むんで、多分ここですよね。めっちゃ氷っぽいですもんね。ここはいけるんですよ。でも、おそらくこの白いところ、ここは硬いんですよね。なんでこれが正解だと思うんですよ。そしたらヒズをスライスしていきます。皮ですね。ここもうまいらしい。結構弾力がある。なんかね、鉄皮みたいな感じですね。硬っ。そしたらヒズですね。これもスライス。結構こう薄めにスライスしちゃってもいいと思いますよ。このぐらい。で、こういう硬いところは取る。あ、これだ。絶対これだ。この透明な感じ。切っててもここはすごく柔らかいですもん。うわ、これ美味しそう。コリコリしてて。うわ、すげえ綺麗。ほら、宝石みたい。で、ここら辺硬いな。
包丁で切ってると硬いなってとこ分かるんで、そういうところは取っていくと。はい、では柔らかいところだけカットしたらこのぐらいの量になりましたね。1匹の鮭からだいたいこのぐらい取れるって感じですかね。そしたらこちら軽く塩漬けしていきます。かなり薄く切りましたんで、強めの塩で1時間ぐらいやりますね。よし、塩まぶして、これで1時間待ちます。はい、では1時間経過しました。なんかだいぶ水が出てきましたね。ほんでね、匂いがいいんですよ。なんか生臭い匂いというか、なんか珍味みたいな。ニシンの切り込みとか、なんかそっち系の匂いですよね。うん。すごいいい匂い。やっぱ塩漬けして、こうやって臭い水を出すことは大事ですね。そしたら、お塩を洗い流していきます。綺麗になった。うわ、これうまそう。そしたら、水気を切ります。水気が切れたら、入れ物に入れて、こんな感じ。そしたら、お酢を入れます。軽く混ぜて、で、唐辛子。で、これで冷蔵庫で1日から3日つけます。すごく手間かかりますね。じゃあ1日から3日後に移動。はい、というわけで、2日経過しました。まず、ひずなます。いい感じに締まってますね。ちょっと味見してみるか。うまい。なんか、ナマコみたいな感じ。これうまいわ。後から鼻に抜ける香りがね、ちょっと鮭っぽいような。でも鮭の身の香りとはまた違うんだよな。そしてこれはお酢を切って大根とかそういったものと3倍酢で合わせれば OK ですね。ほんでこの目粉ですね。これもね、2日氷水にずっとつけときました。毎日水変えて、ほらもう血も抜けていい感じ。血っぽい色はなくなりました。この膜はどうなんだろう。取った方がいいのかな。取れるものなのか。取れる。これ膜取った方がいいですわ。ビロ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 ーっと。綺麗に取れました。そしたら水気を切っちゃいます。これほんと珍味作りって感じ。そしたらボウルに目粉を入れて、で、お醤油を入れます。完璧にお醤油に浸かるようにして、そしたらここに生姜を刻んで入れていきます。はい、そしたら生姜もお醤油にしっかり浸かるように混ぜて、でラップで蓋をして、これでさらに2日ほどつけます。では2日後に移動。はい、ということで、なんやかんやで1週間経過してしまいました。ただこういうもんは、つけりゃつけるだけうまいですからね。まずこちらが、目粉ですね。なんか醤油も心なしかとろっとしました。で、これが、ひずですね。じゃあまず目粉から見ていきましょう。まず香りは？匂いはね、生臭いとかそういう感じじゃないですね。で、しっかりなんかかっちりしてます。意外とこう縮まらないですね。もっとね縮むかなと思ったんですけど、これ1匹分の鮭でこんな取れるんだったらね、おかずになりますね。そしたらこれを切っていきます。ちょきっと、柔らかい。これはなんかお酒のおつまみって感じの見た目だな。食べる前からなんとなくわかるけど、これ僕めっちゃ好きなやつかもしれん。はい、そしたら今日これをあったかいご飯の上に乗せて食べるのと、こちら、じゃーん、牡蠣が来てました。僕がプライベートで食べるように頼んだやつがちょうど今、宅配さんから送られてきたんで、この生牡蠣の上に目粉乗っけて食べてみようかなと。僕、日生の牡蠣は、牡蠣の産地の中でベスト3には入るぐらい好きな牡蠣です。すごくあっさりして食べやすいんですよ。で、ほら、もう身も大きくてね、本当に岡山の牡蠣はね、最高ですよ。大好きです。毎日食べたい。ほら、もう身がパンパン。そしたら上殻外したら貝柱を外して、ちょっとすみません、1個だけテイスティングさせてください。うわ、うまっ。白ワイン飲みてー。ほんでここに目粉を1つ乗っけると。なーにこの食べ方で、ネギを少し置いたら、はい、生牡蠣の目粉のせの完成。はい、そしたらこちらのひずなますですね。
これは大根おろしでいただこうかなと。大根を今日はちょっと粗めに鬼おろししていきます。はい、で軽く水分を落として、そしたらお皿にのせて、そしたら三杯酢を作っていきます。お酢大さじ3、お好みのお醤油を大さじ1、お砂糖大さじ1で混ぜていきます。これが三杯酢ですね。そしたら大根おろしの上にひずですね。ひずをたっぷりのせます。さあ、多分ね、酢にこんだけ漬け込んだんで、柔らかくなってると思います。生臭みはね、ないですよ。そしたらここに、先ほど作った三杯酢をかけていきます。そしたらきゅうり。で、レモンですね。はい、これでひずなますの完成。はい、じゃあ完成。いただきます。よっしゃ、食べていこう。まずこのなますからいきますか。大根おろしと一緒にちょっと多めにのせますか。じゃあいただきます。おー、これうまっ。これは珍味だね。もっとなんかゴリゴリってしてるのかなと思ったんですけど、意外とそうでもなく程よい歯ごたえがあり、でなんかね、甘みがあるな。鮭の甘さがありますね。生コスの柔らかいやつに近いかな。でもね、生子にはないこの甘みとか風味があります。これめっちゃうまいわ。これ俺今までさ、鮭の頭ここ捨ててたのもったいなかったな。これはうまいわ。この皮のところとこの透明なヒズのところ、味が違う。皮のところの方がこの風味が強いですね。大根おろしもほんで大正解でしたね。最高のおつまみ。じゃあ次こちら、目粉ですね。これも気になってるよ。だいぶ醤油につけてたんで、そのまま食べるにはちょっと塩辛い。なんで日本酒と一緒にちびちびいきたいような、そんな食べ物なんじゃねえかなと勝手に思ってます。でこの塊をご飯の上乗せて、ここをいただきます。おっ、うまっ。めちゃくちゃうまいじゃんこれ。やばい。これはちょっと衝撃を受けた。もう一回ちょっと食べたいですね。何に近いんだろう。やっぱなんかレバーとかそっち系ですよね。でも動物のレバーとかああいう感じの癖はなくて、すごくあっさりしてます。で濃厚でコクがあってすごく美味しい。でこの生姜がまたいいアクセントになってる。一回味覚えちゃったから体がこれ欲してるわ。いただきます。うまっ。生臭みとか一切ないですよ。もっとしょっ辛いかなと思ったんですけど、そんなことない。めちゃくちゃちょうどいい塩梅になってる。うわ、後味もうまっ。いや、もうご飯がさ、瞬殺ですよ。この一かけらでご飯半分ぐらいいけますね。うまいな。じゃあこの目粉と生牡蠣のコラボレーションいきます。いただきます。うまい。うわ、いい。ちょっとお酒飲みたい。うわ、この風味が残ってるうちに、でん、黒色のやつ。日本酒でいきます。今日はね、超濃ゆるっていう日本酒でいきます。旅館行った時にね、ちょっと余ったんで持ってきたやつ。いただきます。冷酒で。うなー、うめえ。うまい。最高。この生臭系にはやっぱり日本酒ですね。うめえ。これね、目粉を少し持って、ちょっとこうかじるんです。かじって。ちょっとかじって、こう口の中で転がすんですよね。うまい。で、こうしっかり目粉を味わって、うわ、うまいっていうところで目粉を飲み込む。で、この口の中にこの目粉がいっぱい広がっているところで、この日本酒、この冷酒を口に含む。幸せ。でもご飯も合うな。最高の贅沢だな。そうゆっくり食べていくよ。ごちそうさまでした。ということで、今日は激レアな鮭の血綿と頭を使って、ヒズナマスと目粉の
醤油漬け作ってみましたけども、どちらも最高にうまかったですね。目粉はこってり濃厚な感じ。で、ひずなますはさっぱりという感じでね、もうお酒のお供にはもう最高ですね、あれ。あれはうまいわ。どっちも好きだな、でも。本当にもう全く系統が違うな。どっちの方が好きかとか言えんな。ひずなますは、食前に食べたい感じですよね。でもう目粉はちびちびこう、しゃぶりながらかじりながら冷酒をいきたい、そんな味わいでした。まあ1匹の鮭で大体あのぐらいの量ができます。まあ1匹に対して1人前って感じですかね。なのでもうほんと超貴重ですよね。これからはもう絶対捨てんどこ。今日はね、ほんで秋鮭で作りましたけど、サーモンで作ったらどうなんでしょうね。アトランティックサーモンとかキングサーモンの目粉、そしてヒズナマスまた作っていきたいなと思います。はい、というわけで今日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。金子道具店。今日はですね、東京に来ております。何で来たかというと、僕の作っただしの地図のポップアップが開始されるということでね、実際に店舗に行って店頭で販売したいなということで、場所が有明ガーデンさんの方なんで、ちょっと今から品川から有明ガーデンに向かいます。久しぶりに来たわ。ちょっと太ったから大丈夫かなと思ったけど、ギリだな。ありがとうございます。後でまたお願いします。今日はどこから見えたんですか？ありがとうございます。暑いので気をつけてくださいね。さあ、じゃあここでお写真を撮るということですね。はい、チーズ。ありがとうございます。ありがとうございます。ニンニク食べちゃったからちょっと不安はあるよね。はい、チーズ。よいしょ。はい、チーズ。隠れてもいいです。あ、マジですか？はい。はい、チいやー楽しかったな。累計300から400ぐらい、販売ということでね、また今回はねこういうのを生かしていろんな地域でポップアップやっていきたいと思いますので、よろしくお願いします。早く新幹線でビール飲みたいな。